こんにちは、ロック204チャンネルです。このチャンネルでは IT 初心者のための動画を配信しています。今回はスクラッチ言語入門第5回目、角度の測定2をお送りします。今回の動画内容は前回作成した角度を測るプログラムにもう1本ラインとハンドルを追加し、2つのラインのなす角度を測るプログラムを作成していきます。下の図は前回に用いたプログラムのスプライト名を示しています。猫ライン1、ハンドル1、中心がそれぞれスプライトです。また今回追加するスプライトとして、ハンドル2、ライン2を追加していきます。それではプログラムの完成イメージを見てみましょう。まず、スタート させますね。今から画像を取り込んでくださいというような形で、メッセージが出ますので、ここで画像をまず取り込みます。背景をアップロードっていうのを押して、画像を撮影していたものをここで開きます。そうするとこういう形で表示されますので、これで測ってみましょう。大きくしますね。こういう形で、できますので、ここで、中心を決めて角度をここで、測っていきます。ここでこういう形ですね。で、こういう形で測って、そうするとこの角度が154度、こちら側ですね、が206度というような形で、測定することができます。前回のプログラムをおさらいします。ステージのコードはプログラムの全体コントロールセンターです。最初に猫に説明するようメッセージを送ります。そしてずっとブロックでスプライト、中心とハンドル1の動きを監視します。中心が選ばれたときは0、ハンドル1が選択されているときを1として条件に合わせて各々メッセージを送ります。そしてスプライト、中心ではこのスプライトが押されたとき、ブロックでこのスプライトが選択中なのかそうでないのかを交互に切り替えるプログラムを実行しています。そして部品配置を受け取ったときで初期位置を設定します。中心移動を受け取ったときはマウスに合わせて動くように設定しています。こちらはスプライト、ハンドル1のプログラムです。こちらでもこのスプライトが押されたときで選択と解除を交互に変更できるようにしています。また同様にハンドル1移動を受け取った時のメッセージが送られてきたらマウスに追従してこのスプライトが動くようになっています。こちらがスプライト、ライン1のコードです。部品配置を受け取った時ではライン1を中心へ移動させ、ハンドル1にライン1を一致させます。そして、ライン追従のメッセージを受けると同様にスプライトの中心にライン1を合わせてハンドル1と同じ動きをするように設定しています。そして垂線からの角度を変数、角度1に受け渡しています。これが前回までのプログラムです。それでは今回、追加変更した点について説明していきます。追加したスプライトは、ハンドル2、ライン2です。これらは、ハンドル1とライン1を複写したものです。右クリックし複写すると複写元の属性とコードも複写されます。また、ハンドル2については表示色を変えるためにコスチュームを表示し紫色のボールを選択してください。ハンドル1を複写するとコードも複写されますが、ここでは選択位置のところを2に変更して、もしブロックのでなければのところも同じように変更しています。そうすることでハンドル2の選択と非選択を切り替えることができます。また右のメッセージ、ハンドル2移動は新しく作り変更します。ライン1のコードをコピーしたライン2のコードの修正点は赤い四角で示す部分になります。メッセージ、ライン追従2は新たに作成し、メッセージを受け取った時の部分で選択します。また変数、角度2は新たに作成しておきます。これは垂線とライン2がなす角度です。この変数にライン2の向きを入れます。またメッセージ、角度計算も新たに作り、
角度計算を送るブロックを最後に追加します。今回、角度計算で使用する変数、360θと角度 θ は前もって追加しておきます。角度 θ はライン1とライン2のなす角度を入れる変数とします。ライン1の変更点は、ライン追従を受け取った時の下に、角度計算を送るブロックを追加しておきます。そうすることでライン1が移動した時に逐次角度計算を行うこととなります。ステージの修正点です。スプライト、中心が選択されている時、ライン1に対してライン追従を送るメッセージを送っていますが、その下にライン2に対してもライン追従2のメッセージを送るように追加します。また、ハンドル2の選択を識別する、もしブロックがなかったので、このブロックも追加しておきます。このもし選択にならの中に、ハンドル2移動のメッセージを送ると、ライン追従2のメッセージを送るブロックも追加しておきます。ステージへの追加ブロックとして、角度計算を受け取った時を追加します。ここでは角度 θ を角度2から角度1を引き、その絶対値を四捨五入したものを代入するブロックと、変数 360θ を360から角度 θ を引いたものにするブロックを追加しておきます。計算ブロックが作成されたところで、不要な変数表示はチェックを外し表示を抑制するようにしましょう。角度 θ と 360θ のみ残し、あとはチェックを外してください。そして、これらの変数はドラッグして位置を調整してください。猫のスプライトの修正点です。開始説明を受け取った時の下に猫を表示するブロックを入れます。これは猫の説明が終わった時、猫を隠すとしているため、プログラムが再実行された時猫が非表示となっているためです。また説明の中に画像を取り込む案内も入れておきます。以上でプログラムの説明が終わりです。修正が終わったらいろいろな画像を背景に取り込み測定してみましょう。ご視聴ありがとうございました。